Every summer, every winter, or every season, I'll be missing her. No matter how much time goes by, my love for her will never die. こんにちは、ケンです。今日は韓国のインチョン国際空港に来ています。これから2泊3日でソウルの定番スポット観光とカフェ巡りをします。ソウル中心部に向かうために駅に向かっています。券売機がありました。ソウル駅まで50分ぐらいかかるんだ。今20時17分なので次の列車まで40分くらい空いちゃいますね。ご飯を食べて列車を待つか、待たずにウーバーで向かってしまうか。待つ時間ももったいないのでウーバーを呼んじゃいました。ホテルにチェックインしたんですが、今回は東横インです。見てください、この感じ。ここは日本なのかと勘違いしそう。完全に日本のビジネスホテルスタイルですね。お風呂まで日本と一緒。ネット速度は過去一の値を叩き出してる。栄えていそうな方向に歩いてきました。土地勘もないし文字も読めないからわからないんですけど、ご飯の店も多そうです。東京で言えば新宿みたいな活気のある雰囲気です。ここに入ってみます。香港料理っぽいけど、とりあえずビール、チンハイフっていうビールみたいです。じゃあ料理を注文しましょう。文字が全く読めないから絵があるのは助かる。とりあえずチャーハン、あと揚げた鶏、お産だったんですけど想像の3倍ぐらいでかい。あと青唐辛子がめっちゃ乗ってる。でも美味しそうです。いただきます。ダメだ、辛い。ビールが水のようになくなっていく。美味しいんだけど辛いんですよ。そんででかい。なかなか食べ終わらない。鶏より先にビールがなくなりそう。なんとか食べ終わりました。ごちそうさまでした。ホテルに戻る前にコンビニに寄っています。よその国のコンビニとかスーパーって楽しいですよね。このコーナーは韓国っぽさを感じます。食後のアイスを買って帰ろうと思います。おはようございます。2日目の朝です。東横インはチェックアウトしたのでスーツケースを持って駅に移動中です。駅のコンビニで電車のカードを買いました。これにお金をチャージして電車に乗ります。ヨンドンポからまずはソウル駅に向かいます。ただいま朝の10時くらい。電車はそんなに混んでないですね。ソウル駅に着きました。このロッテマートに用があってソウル駅に来ました。ここは時間貸しロッカーがあるのでスーツケースを預けます。ロッテマートに入ってすぐ右手のカスタマーサービス内にありました。身軽になったので観光に出かけましょう。最初にやってきたのはソハヨムジョン。朝ごはんに塩パンを食べます。パンはどれもかわいい。売り切れてるものも何種類かありました。2種類選んでみました。では次の目的地へ。カフェにやってきました。ペーストリーも美味しそうだけど我慢。コーヒーが飲みたくて来ました。モダンな入り口から奥に入ると伝統的な般若っぽい雰囲気。ありがとうございます。コーヒーの上にはたっぷりのクリームが。混ぜつついただきます。すごく甘いんだけど塩パンを食べた後のデザートにはぴったり。
以上、ソウルのモーニングカフェツアーでした。チョゲ山にやってきました。韓国って儒教のイメージを持っていたけど、宗教では仏教やキリスト教がマジョリティみたい。ここは大韓仏教の総本山のお寺です。無数の提灯が吊るされています。一つ一つに願い事が書いてあるようでした。色とりどりの提灯が綺麗です。キョンボックンは14世紀に建てられた王宮です。この日は文化の日で入場料が無料でした。朝鮮王朝期の王宮で風水でこの地が選ばれたそうです。チマチョゴリを着て写真を撮ってる人が多いですね。こういうのなんかいいですよね。庭園もあるので少し散策してみます。ちょっと街歩きしてみます。現代美術館だそうです。ちょっとここ入ってみます。ハンドクリームとか石鹸とか香水なんかを扱ってます。これは売り物なんだろうか。妻にお土産を買うことにしました。このエリアは青山っぽさを感じますね。ソウルは本当に塩パンが多い。お酒の雑貨屋さんを見つけました。子供へのお土産を探しています。ゆるステッカーいいですね。これいくつか買っていこう。よく YouTube で見るベーグル屋さん、ものすごい混んでました。2時間待ちと言われました。ちょっとさすがに諦めましょう。結構歩いたのでカフェ休憩。半夜を利用したカフェです。開放感が気持ちいい。靴を脱いで上がる席もあります。ここもフードはパン系が中心。バラエティが豊富です。どれも美味しそう。コーヒーはシグネチャーブレンドが This is Water という名前だそう。コーヒー豆やマグも売ってます。店員さんはみんな感じがいいです。カフェラテとチョコスコーンにしました。一門エリアに移動してきました。さっきが青山だとすればこっちは渋谷っぽい。リウム美術館を見てきました。大きな展示品が多くてエネルギーがあって楽しかったです。気になってたカフェを見つけたので行ってきます。アンスレサイトってお店です。ソウルのカフェはどこもフードが美味しそうだよね。コールドブリューがボトルで売ってる。コーヒー豆も種類がたくさんありました。お客さんがひっきりなしに来るのでバリスタは忙しそう。アイスラテを買って少し近くを散歩してみます。道路の反対側にはタンバリンズが。時間があったらじっくり買い物して回りたいエリアですね。ウーバーでハンガンを渡ってカンナムの方に移動しています。巨大な書家があるピョルマンダン図書館にやってきました。2フロア分吹き抜けの空間に本が積まれています。
ちり本が収められています。みんな写真を撮っているスポットがありました。店書家なのかと思いましたが、きちんと図書館としても機能している様子。駅直結でこんな大きな図書館があったら便利そうですね。さてこれからソウル駅に戻るのですが、帰宅ラッシュと重なってしまいました。ソウルも電車は結構混むんですね。ロッテマートのロッカーからスーツケースをピックアップします。驚くべきことにジャストサイズだったんですよね。アウェイのキャリーオンっていうモデルです。では行きましょう。空港行きの電車を探しています。帰りのフライトが早朝便なので、今日は空港近くに泊まる予定です。床にエアポートラインと書いてあったのでついていきます。インチョン空港行きのチケットを買います。チケット買いました。では行きましょう。空港に戻ってきました。歩き疲れてお店を探す気力がないので、晩ご飯は KFC にします。計算できる美味しさです。ファストフードの偉大なところですね。今日の宿はこちら。仮眠するくらいしか滞在しないのでこれで十分です。おはようございます。少し寝坊しましたが無事に空港まで戻ってきました。富士航空を使うんですが朝から混んでますね。自分は機内持ち込み手荷物だけなので自動チェックイン機でサクッと手続きをします。発見完了です。出国しました。少しターミナル内を見て回ってみましょう。ワンワールドのラウンジがありますが、今日はチジュ航空なので使えません。何か軽く食べられる場所はあるかな。フードコートですかね。来てみたらものすごく混んでる。ここは断念した他は当たります。パンをさすがに昨日食べ過ぎたからパスで。スタバもこの様子。早朝のインチョン空港は混む時間帯なのかな。結局水だけ買って搭乗ゲートまで来ちゃいました。東京まで2時間で着いちゃうしね。これから乗る飛行機はすでに積み込み作業をしています。今回は3日間とはいえ夜着早朝発のフライトなので、使える時間が実質1日だったのがバタバタの原因ですね。下調べをしていたのである程度は効率的に見れたかなと思うんですが、ソウルは知れば知るほど行ってみたい場所が増えました。今度はもう少しゆっくり滞在してみたいですね。それでは飛行機に搭乗します。ソウルは歴史と新しさが融合したいい街だと思いました。また来たいですね。それでは今回の旅の振り返りです。ホテル代が200分かかったのはちょっと余計でした。次回は2泊するならもっと余裕のあるフライト時間がいいですね。続いて色塗り状況はこちら。地図旅での初海外なのでまだ日本と海外しか塗られてませんね。次回はまたアジアのある国に向かう予定です。それではまた次の旅でお会いしましょう。